心がかなり折りました。知らねえよって。まあはっきり言うと普通に怒ってましたね、ずっと。終わりやなって感じはありましたよ。ダイブ、2012年に結成された4人組ロックバンド。甘いルックスに抜群の作詞センスを併せ持ち、フロントマンとして圧倒的な存在感を示すボーカルのちさ。重厚なギターリフを量産し、軽快なカッティングも得意とするなど、ダイブの音楽性に広がりを与えるギタリストのショーゴ。バンドリーダーとしてダイブを結成する際の中心人物となったベーシストのチョビ。アジア圏最大級のドラムセットをいとも容易に操り、モノクロの世界にすら彩りを与えることもできるドラマーのサトシ。4年半の活動期間の中、日本武道館や幕張メッセのステージにも到達し、人気絶頂の中、突如として発表した解散。当時、明確な解散理由の発表を行わなかったため、さまざまな憶測を呼ぶこととなる。頑なに解散の理由を語ることのなかった彼らが、なぜ今になって真実を話すことにしたのだろうか。その時、前にやってたバンドを二人が入っていたバンドが、動機だらけなバンドだった。だから、この新しくやるバンドは動機がないバンドをやってみようかっていう話から始まって、ちょっと組んでみようかって話が生まれましたね。いや、最初別にちょびとやるつもりじゃなかったんですけどね。ただ、言い方悪いけど別に他にやりたいバンドもなく、やろっかみたいな感じになり、ただ上手かったらいいとか、ただ人が良ければいいとかでもなくて、なんか、人間性があるじゃないですか。まあそういう意味では一番早いんで、ちょびは。それで。やろうかって話して、まあその時から目つけていたボーカルもあり、それがちさくんなんですけど。当時は、その一つ前のバンドをやってる状態で、チョビ、ショーゴの二人に初めて会ったんですけど、まあ当時僕、面識も何もなかったので、なんか、まずいことしたかなみたいな。普通に怖いなって思ってましたけどね、その最初は。連絡先も一応チョビさんと交換したんですけど、明日空いてるみたいな。明日かみたいな。それはちょっと断る理由もなかったんで、じゃあまあ、話しますかみたいな。でもその時はまだ一緒にバンドがしたいとは、メールでは言ってなくて、ただ話がしたいとだけ言われて、本当にまあドキドキしながら、それこそぶっ飛ばされるのかなみたいなぐらいなないとは思うんですけど、はい、それも捨てきれないなっていう理由を明かしてくれなかったんで、はい、そのドキドキしながらライブの翌日に会ったことを覚えてます。セッションライブかなんかをやってたんですよね。高田馬場エリアで。当時、ドラマーを探してるバンドのオーディションみたいなライブだったんですよ。ボーカルギターが A のバンド、もう一人のギターとベースが B のバンドみたいな。その二つのバンドが、サトシ君どっちを獲得するかみたいなライブだったんですけど、そこにチョイさんが現れて、横取りしていったみたいな感じでしたね。なんかぐにゃぐにゃいろんななんかこと言われたんですけど、チョビさんにね。ただなんか一番は、デンジャークルーに入れるぞって言われたんです。だからむしろ誘い文句はほとんどそれだけだったんです、最初。僕たちとやれば、デンジャークルーに入れますって言って誘われたんですよ。だから音楽がどうとかっていうのは、その時はデモとかももらえなかったし、君がオーディション受けてるバンドよりも、うちの方が条件がいいから、こっちに来なさいみたいな。そうやって誘われましたね。活動中のバンドがあったちさ。
オーディションを受けていたサトシ。強引とも言える形でのチョビからの誘いを受け、ダイブへ参加する決め手となったものは何だったのだろうか。そのダイブっていうバンドを組むまでの僕のバンド人生っていうのが、のし上がりたいっていう気持ちが多分一番強かったんだなって思うんですけど、まあそれはこのダイブってバンドをやって、バンドに対する向き合い方とか考え方が徐々にこう変わっていくんですけど、その当時は本当お互いが上に行くために高め合うことができるメンバーとバンドがしたい。そうじゃないバンドになってしまった場合はもうやめるみたいな、まあそういう気持ちがあったんで、まあこのメンバーと組んだらまた違う景色が見えるのかなっていう決め手というよりはやっぱ自分で考えて出しましたね、答えは。新宿の今はユニクロかなんかになっちゃったんですけど、ワイヤードカフェってとこに行ったんですよ。ボーカルのちさくんとはそこで初めて会うんですよね。でそこで多分デモを聞かせてもらって、リハに一度入ろうと、スタジオで音を合わせようって言われてデータをもらって帰るみたいな回だったんですけど、その時に東京ネクロポリス博物館っていう曲があるんですけど、その曲の最も原曲となる形のデモがあって、この曲がやりたいと思って普通にやりたいと思いました。デンジャークルーと関係なくて。お互いに高め合えるメンバーとバンドを組みたかったチサ。チサが作った楽曲を演奏したいと思ったサトシの2名がダイブへの参加を決めた。チサ、ショウゴ、チョビ、サトシの4名が揃い、ダイブは2012年4月13日、新宿ロフトで開催された華麗なる劇場ボリューム2で始動した。ダイブというバンド名は、飛び込むを意味する英語のダイブを語源としている。バンドシーンに4人で飛び込んでいくという意味が込められ、アルファベット順で5番目に該当する E がない DIV という表記が採用されている。2013年5月6日に開催されたファーストワンマンライブワンバイワンのチケットが発売後3分で完売。2013年11月3日に開催されたセカンドワンマンライブ01はたったの60秒で850枚のチケットを即日完売させるなど、最もチケットが取れないバンドとして数々の伝説を残すこととなる。2015年にはリットーミュージックから彼らの使用機材を特集したダイブマガジンが発刊される。通常、名だたるメジャーアーティストのみが発刊を許される中、インディーズバンドとしての発刊は異例の快挙として音楽シーンに衝撃を与えた。いやもう本当最初の1年は本当にライブ本数もすごく多かったし、インストイベントも本当にいっぱいやったし、でメイク時間とチェキを取る枚数とっていうか兼ね合わせてるともう本当に早い時間から起きてみんなで移動してたので濃厚な時間でしたねその後も濃厚なんですけど、1年間もやっぱりすごい大変だったねっていうことが多かったですね。はい。タイミングも良かったなとか、最初ガッていくビジュアル系バンドって年間一組しか生まれない気がするんですよ。でしかもそれって早く出たもん勝ちみたいな、ちょっと早めにグッと1年でウエストをパンパンにできるバンドって1年間に当時一組しか出ない、今はもう一組すら出てないかもしれないんですけど、それの早く出たもん勝ちの感じがあったんで、まあ4月に始動してとか、そういうのも合わさってなんかタイミング良かったなっていうのを思います。テイストオブライフのアーシャを撮るときにグラスをいっぱい置いてちさくんが寝っ転がってるみたいなねアーシャを撮ったんですよ。グラスをね買いに行ったの僕、新宿のフランフランに朝で、その時にちさくんから電話がかかってきて、ウエストのもう申し込みがもう1000枚とか来てるから間違いなくソールドするって言われたんですね。絵に描いたような成功をつかんだ彼らを変えてしまったものは何だったのだろうか。
あとはその時の当時の気持ちが結構バラバラになっちゃったんですね、みんなも。焦り、あと事務所からもこういうふうに言われたとか、ああいうこと言われたとか、こういうふうに言われている、じゃあこういうふうに行こうかとか、そういう重ねた言葉がみんながもうみんなでどういうふうに考えているのかっていう、各々考えていることがもうやっぱり気持ちのズレが結構でかく出ちゃって、周りの話聞きすぎたかなって思ってます。なんかいっぱいいるんですよ。やっぱり会社とか入ると、スタッフとか、偉い人とか、いろんなこと言って帰るわけですよ。僕らは、良くしたいじゃないですか。バンドとして。いい意見は取り入れて。もちろん悪い意見も言われる。取り入れなくていいような世間話みたいな。を、いちいち真に受けて、それが、もう結果崩壊に向かっちゃう一言だったよ、みたいな。無責任なことも多々あった。って思うんですね。今だったら、俺たちのバンドなんだよって。おめえが何の曲が好きかとか、演奏力がどうかとか、知らねえよって。そうやって言えばよかった。今ならそう思いますね。まあ実際、もう最後の方だと、顔を合わせることもなくなるぐらいまで行くんで。いやもう後半はもう毎回ですよ。もうそういう話が出た時には、もう終わりやなって感じはありましたよ。早すぎる環境の変化、成功をつかんだゆえに生まれてしまった歪み、そしてそれぞれの葛藤が崩壊へのスピードを加速させていく。もう何弾いてもうまくいかなかったし、演奏自体もどううまく弾いたらいいのかっていう感覚が全く身についてなかったので、いかにレベルが低いかな、本当に今の自分だったら分かるんですけど、本当にいかにレベル低かったなって今だったら言いますね。なしならなしでカットでいいけど、メイク部屋にみんなが入れる場所があります。で、別に待機部屋がありますってするじゃないですか。じゃあ待機部屋にチョビがおるとメイク部屋にサトシ君がいて、そっち側にメイクチョビがメイク部屋やったらサトシ君がこっちに行くみたいな。終わったなって言って。まあ僕で言うと、日本武道館、あるいは東京ドームでやるっていうのは、そこを経験してる先輩をぶっ倒すっていう話だと思うんですよ。だって実際やってるんだから、その人たちは。だから、その人たちを、会社の先輩にもいるわけですよ、いっぱい。じゃあ近くにいるんだから、その先輩倒せるぐらい、すごくならなきゃいけねえじゃん。っていうのが、シンプルな答えだと僕は思ってたんですね。だけど、それじゃあ倒せねえんじゃねえのみたいな風に思うことがあったりすると、みんなの目標値が違うのかなみたいにね、思っちゃうことが結構あったんですよね。でもやっぱバンド自体はやっぱり登ってはいたんですよね。まあある意味夢のような活動をやらせてもらえているはずなのに、なぜかみんな楽しそうじゃないし嬉しそうじゃないみたいな、なんかそういう日々を送ってる中で、まあみんな悩んでるというか、何かで悩んでるのはわかるんですけど、それをやっぱりこうきっと乗り越えられなくなった時にやめるっていう言葉が出てきたんですけど、やめるっていう言葉が出てきた時にこれは違うなっていうふうに思いましたね。それぞれの理想を求めるがゆえに起こってしまった衝突。立ちはだかる現実が4人を翻弄していく。はい。練習はしてたんですけど、やっぱりその最後まではうまくやっぱりいかず、簡単にはすぐうまくなれなかったので、やっぱ好きなバンド、好きな曲やって好きなバンドだし、好きなメンバーだし、ずっとこのバンドでやっていきたいなって思うぐらい好きだったけど、今のままの自分じゃやっぱダメだっていう、みんながこれをやりたいっていうレベルに自分は達してないっていうのが本当にみんなに恥をかかせることになるし、みんなすごいのになんでこの人だけこんな下手なの、こ
こんなにうまくできてないのこの人だけ、なんでこの人だけレベル低いのって恥をかかせることになってしまうので、みんなの恥になっちゃうのはやっぱ自分の中では良くないなっていうのはあるんですね。だって一つのバンドって4人が揃ってやっと一つのバンドなんだったら、一つがダメだったらもうみんなも一緒に共倒れになっちゃうので、そんなの絶対良くないので、やっぱりそこは苦しい決断ですね。うまくみんなと合わせられなくてごめんねっていうのは言いましたね。しないっす。なんかやめようと思うって言ってくるメンバーってもう心決めた状態で言ってくると思うんですよ。基本的に引き止めても決まってるんですよね、多分その人の中でって俺は勝手に思ってるので、もう分かったしか言いようがないっていうか。まあ、はっきり言うと普通に怒ってましたね、ずっと。直接なんか言ったりはしてないんですけど、なんでこいつ辞めるって言ってんだろうみたいな風にはずっと思ってましたね、その時は。俺は頑張ってやってきたじゃんみたいな。まあもちろんその僕はだからやっぱ追いつこうからのスタートだったんで、いや俺は追いついたよみたいな。実際いや俺一番キャリアもなければ存在感ないって言われてたけど、俺頑張ってきたじゃんみたいな。だから頑張れないのっていう言葉がよく理解できなかったっていうか、で頑張れないっていう言葉も理解できなかったし、あとやめたいも理解できなかったっていうのが、まあ、正直なところですね。なので怒ってましたね、ずっと。なんとかしろよっていう、自分で乗り越えてこいよっていうふうに毎日ずっと思ってました。自身のスキルに限界を感じ、脱退の申し出をしたチョビ。自分と同じように乗り越えることを望んだチサ。そのような申し出自体を受け入れなかったショウゴ。チョビと同時にバンドを脱退することになるサトシは、その頃何を考えていたのだろうか。途中からはもうむちゃくちゃでしたね。もう2015かな、6月ぐらいにね、リキッドルームでやったんですよ。もうね、その時は死に物狂いでっていうよりは気でやってた。武道館も経験させてもらって、もういいライブできなかったらって言ってたんです、僕。ダセえ演奏するぐらいだったらもうやりたくない。下手な演奏してるサトシさんをね、後輩に見せたくないっていうのが一番。お客さんにもチケット代って高いし、でそれがのレベルがすごい上がっちゃったんですよ。やっぱ武道館やって練習もうとにかく自分の定めた目標、定めた厳密な数値なんかないんですけど、ずーっと練習しても自分が満足いくまでやる。本当にもう最後の方はもう追い込まれすぎちゃって、で追い込みすぎちゃって、もう俺はもう申し訳ないけど、君たちに示しがつかねえから、リキッドダメだったら俺からもうあとは任したぜって。シーンを牽引するドラマーとして名を馳せていたサトシを作っていたもの、それは過剰ともいえるストイックな演奏への姿勢だった。チョビと同じようにサトシも苦しみもがいていた。メンバーはその姿を見て救いの手を差し伸べることはしなかったのだろうか。まああったんですけど、その周りがわーわー言うことじゃないかなみたいな感じはあったんで、自分本人がもう解決するっしょって、でそれがダメならダメでしょぐらいな考えだったんで、今はちょっと違うんですけど当時はどうにかならんかねって言うかもしれないですもうちょっとこうさみたいな、もう人間として終わっちゃって、もう途中からなんかもう精神安定剤みたいなのすっげえ飲むようになっちゃって、毎日そういう安定剤みたいな薬を何シートも摂取するんですよ。そうするとね、もうね、自分じゃない自分が生きてるみたいな感じになるんですよ。
ごまかしきれなくなっちゃったんですよ。もういや、言葉はかけてました。こうしたらいいんじゃないとか、ああしたらいいんじゃないみたいなことは言ってはいたんですけど、まあそこ止まりというか、まあそれぞれ多分当時抱えていた問題とか気持ちが全部違かったと思うんで、何でもいいから続けようよとは言いたくなかったですね。精神安定薬の過剰な服用、メンバーとの衝突、とどまることのない演奏への渇望、心のバランスを大きく崩してしまったサトシに、千佐からの言葉は届くことはなかった。ダイブは崩壊を迎えてしまう。辛いっていうか、楽しくないわけですよ。酒の力を借りて現実逃避をした方がもう楽。辛いとはちょっと違うんですよね。なんか病んでいるわけでもなく、そのことをもう考えたくない。何もしなかったら考えるじゃないですか。もちろんその時間が経てば忘れるとは思うんですけど、まあその場しのぎのっていうか、お酒飲むとわーってなるんで、やってられないっていうかもう自分の人生が一つがなくなっちゃうってやっぱ相当でかくて、やっぱり考えてること、バンドのことを考えてることを全くやめるってなると、じゃあ明日から俺何したらいいんだろう、何を考えて生きていったらいいんだろう。とにかく喪失感はでかかったですね。いい質問するな。もうあの時が一番もうバンドとしてしんどくなっちゃったっていうか、ダメになっちまってからずっとダメですね。人生ずっとダメ。そう思ってます。演奏は上手くなりましたよ。練習すればできないことできるようになります。昔書けなかった曲が書ける、できなかった演奏ができるようになった、そういうのはあります。スキルを磨くっていう意味ではもう、ね、そんなの全然なんかもう人生ずっと終わりっぱなしって感じですかね。あたりから僕も一緒になってお酒に逃げてましたからね。自分の気持ちを紛らわせたかったんだろうなっていう。お酒に逃げて暴れ散らかして、翔吾さんを見ていても辛かったし、サトシ君もチョビさんもやっぱ変わっていくメンバーを見ていくのも辛かったし、自分もやっぱり辛かったんで、やっぱり一緒にいないっていう選択は取るべきじゃなかったなっていうか、他のどんな人のどんな意見も退けてでもバンドは一緒にいるのが正解なのかなとは。なぜなら一緒にいないと何も生み出すこともできないし、誰かに何か与えることも、まあ仮にそれが毒になるのか薬になるのかわからないですけど、でも一緒にいなければ何も生まれないんで、どんな時でも一緒にいるのがバンドなんじゃないかな。再結成ライブの開催を発表した彼らが目を背けたくなるほどの痛みや後悔を赤裸々に発表したのはなぜなのだろうか。今回この再結成する、にあたって、あの時何が起こっていたんだろうとかっていうのを僕もちゃんと知りたかったというか、だから今回のこのインタビューってファンのみんなにあの時こういうことがあったっていうのを伝えるインタビューでもあるんですけど、僕が他のメンバーにあの時どう思っていたのか僕も知りたかったし、自分もこう喋ってる中できっと自分の中にも発見があるかなっていう
なんかそういう気がして、この全部話そうよっていうこのアイディアが出た時には、いいなと思いました。なんでやるのって、別に俺たちがやりてえからさやるよとかさ、そんなんじゃさ、当時ほど応援してくれた人もたくさんいるし、またやってくれとか言われますよ。だけどなんて言ったらいいのかなってみんなで話し合ったんですよ。そしたらやっぱり当時のことをもう言った方がいいよって。ただそのリキッドに立った時にクソだせえ姿見せれねえよって。俺別にグッズ売りてえわけじゃねえからさって。やり直したいですね、本当は。納得してないんで俺。いや、気持ちの面でじゃないですか。まあその解散の後がやっぱ一番モヤモヤしたっていうか、ってことは納得してないなっていう感じですかね。で結局解散ライブをしてから全てをこう踏ん切りをつけたんじゃなくて、先で踏ん切りつけてるんで、しっかりできたら、もうちょっとしっかりなんかメンタル的にも解散ライブでできたらよかったなと思ってます。ライブに何が起こっていたのかを全てさらけ出し、真実をありのまま伝えること、それがちさ、しょうご、ちょび、さとしが選んだファンへの誠意だった。そうですね。やっぱ自分の中で時間があったおかげで自分が成長できて、今だったらみんなと力を合わせて新しいまたライブを見せられるんじゃないかなと思って、もう一回みんなで集まってライブやろうよってまた言えたことを言って、みんながまた集まってくれたっていうのがやっぱりでかいかなと思いますね。自分の中の一つの成長かなとも思うんですけど、またみんなにもう一回ライブやろうよって言ったらいいよって言ってくれたメンバーがいるっていうのは本当にいいことだなと思ったし、やっぱり家族みたいなものなので、メンバーはそれがまた集まってやろうよって言ってくれるのがいいなと思います。本当に頑張ってまたすごいステージを見せれたらと思います。今回のライブやらないって言ったそのなんか言葉の重みというか深みは、まあ乗り越えてきたチョビさんが見えたから素直にうんとは言えたのかなとは。結局ね、ちさくんを誘ったのも僕を誘ったのもチョビさん、またもう一回やろうって言ったのもチョビさん。名前の割にはね、なんかちゃんとした野郎だなって思います。ちょびっていうね。でっかいことやってますよね。ライブっていうバンドが自分を表現できる場所だったんですよね。うまくあるか世界じゃないんだよ、幻滅的ないさせろ。復活して救われる人がいるんだったら、そういう人たちに届けたいな気持ちですね。全部奪われた気持ちが分かるから、そういう辛い状況とかにいる人たちに自分にできることがあるなら、やれる力があるのにやらないでいるのが一番嫌だ。やれることがあったのにやらなかった自分、
その時の後悔があるから脇見してる暇もないなというか、自分に届けられるものとか誰かを救える力がもしあるのであれば照れてる暇ないかなっていうか、やろうよってやりたいのは当時っぽくやりたい。そのやってた気持ち、前の気持ちとか昔を思い出すような感じでやりたいと思ってますけどね。見てくれてる人にも一旦この昔のままの方がやってみたいなっていうのは久しぶりに会う人たちにが一番楽しみですね。うわ久しぶりみたいな、大人になったねとか、当時中学生でしたとか、そういう久しぶりに会う人に会うのが一番楽しみですかね。俺は今の自分だったら納得させられるかなっていうレベルには達したかなとは自分の中で少し思ってるので、またなんか楽しめたらいいかなっていうのと、やっぱその時来てたお客さんとかもみんなもう今家庭を作って幸せになってるって話も聞いたりとかちょっと聞いてるので、じゃあその時の気持ちをもう一回ライブ見に来て、あの時楽しかったなっていう気持ちを持ってもう一回来てもらえたら楽しいかなっていう気持ちにもあったので、もう一回やりたいなっていう思いましたね。みんなから奪っちゃったものってあると思うんですよ。ちたくんとしょうごさんから奪っちゃったもの、応援してくれた人たちから奪っちゃったもの、それも理由は自分が小さい人間だからっていう理由で奪っちまったもんをね、どのぐらい返してやろうか、見返してやろうかとか、生半可な気持ちじゃやれないので、全部どころか自分が分からない、自分が分かってない、もっと出さなきゃいけないなって思いますね。全てのために、自分のためにも。後悔や苦悩し続ける日々の中でもアーティストとしての成長を止めることのなかった4人。今の4人ならもう一度、当時の彼らでは歩めなかった道をそれぞれの成長を遂げたちさ、しょうご、ちょび、さとしの4人が新たなダイブとして再びステージに立つ。終幕へ向かう世界じゃないんだよ、始まりにあふれているだろう。2023年8月13日、恵比寿リキッドルーム、ネバーディバイデッドジャストダイブ。分かつことはできない、ただ飛び込め。彼らの強い決意が込められたライブタイトルからも再結成ライブへの思いを感じてもらえるだろう。ダイブという役者が揃った今、レッドカーペットの上を再び歩き出す彼らをどうか見届けてほしい。